はい、今回はね作っていきます。ということで、こちらドン、タミヤ XV02 Pro。こちらはですね、2022年にタミヤさんが生み出したラリー系のシャーシで、ツーリングカーボディを搭載して、ターマックはもちろんグラベルの走行もしっかりと視野に入れたマルチパーパスな1台、シャフトドライブ 4WD の面白そうなマシンですね。実はですね、はいドン、これタミヤさんの XV01 シャーシなんですけど、このマシンもロングダンパー仕様にしてダートで遊んでます。これもがっつりフロントにモーターを配置してベルトドライブの 4WD っていうなかなか独特なマシンで大好きなんですけど、同じ XV っていう名前を持ちながらも全然違うっていうね。ということで、どうしても走り比べたいと思ってしまったので、今回はですね、まずこちら作っていこうと思います。テイクパカーン出していこうと、その前にこの XV02 Pro 最初から余計なパーツが入ってるんですよ。普通のシャシだったらオプションパーツであることが多いものが、このキットの場合最初から標準装備されてるんですけど、こちら前後ユニバーサルドライブシャフト、前後オイル封入式ギアデフ、前後アルミロングダンパー、前後アルミプロペラシャフト、アルミサーボマウント、ハイトルクサーボセーバー、フルベアリング仕様、こんな感じでいろんな金属とかアルミのパーツが入ってるんですけど、ただシャーシだけのキットなので、普段別売りの RC メカ関連とかバッテリーの他にもモーターとボディも別売りなのでご注意ください。では箱の中身出していこう。まず目につくところから、タイヤのインナースポンジ、ラリーブロックタイヤ、ホイール、A パーツ、デフカバーとか六角ハブとか、こちらも同じく A パーツ、B パーツ、スキットガードとボディマウント、T パーツ、ダンパーマウントとギアカバーなどなど、メインシャーシちょっと開けよう。お、案外スリムだね。なんか硬そう。合成は結構高そうな気がする。それからこれも開けてみようか。 GB パーツと GC パーツ、デフ周りとスパーギア。デフが GB パーツと GC パーツがあって、違う波数のリングギアが付属してるんですよね。 39T と 40T になってて、駆動特性を選べると。これ最初から入ってるのすごいですね。 GV パーツ、これデフの中身のベベルギアですね。 C パーツと D パーツ、これでフロントのアップライト。 E パーツ、リアアップライト。 F パーツ ×2、これはサスアームですね。 Q パーツ、ハイトルクサーブセーバーですね。で V パーツ、ダンパー関連の樹脂パーツですね。これでさっきの袋の中身は以上。続きまして、インナーカバー、インナーフェンダーみたいなのもついてる。かっけえ。これも開けましょう。パーツバッグ A、デフ周りのパーツとサーボマウントかな。パーツバッグ B、プロペラシャフトとモーターマウントなどなど。かっけえね。パーツバッグ C、ドライブシャフトとかアッパーアームとかかな。こりゃかっこいいぞ。パーツバッグ D 美しい。アルミのダンパーシリンダーとダンパー周りのパーツ。パーツバッグ E、サーボセーバースプリングとかインナーカバーのスポンジとかビスとか、あとは工具とグリス、ウレタンバンパー。2つ目の袋はこれで以上。あとは説明書とスポンジテープの使用要領書、最後アンテナパイプ。以上です。で、今回はね、せっかく最初からアルミパーツが入ってるので、ステアリングアームとダンパーステーマウント、こちらをアルミにしつつ、ダンパーステーとバンパーサポートもカーボンに組み立てながら交換してしまおうと思います。かっこいいよ。ということで早速いただきます。わ、いきなりメインシャーシからだね。で、合成ゴム系接着剤で脱落防止をする部品があるみたいですね。使わなくていいなら使わずにいってみようかな。やっていこう。で、この A の19のパーツに変わりまして、こちらのアルミダンパーステーマウントを使います。ここからステアリングワイパーの組み立てなんですけど、ここもね、このかっちょいいアルミのオプションパーツ使っていこうと思います。
からデフにオイルを入れていきます。で、付属のオイルが3000番らしいんですよ。で、ダートを走らせたいので、硬すぎない程度にもうちょっと硬いやつを入れたい。でも、タイヤのグリップ感とか全く想像がつかないので、ひとまずは5000番で置きに行こうと思います。やっていこう。ここからサスアーム B の袋に入ってきます。やっていくよ。はい、ここでモーターが出てきますね。で、今回使っていくモーターがこちら。私もよくわかってないんですよ、これ。エアレーシングの 13.5 ターンのブラシレスモーターで、定価が税抜き9500円なんですけど、めっちゃ安くなってたんで、買ってずっと持ってたんですよね。やっと使う時が来たぜ。まあまあ 3000kV なんで、ちょうどいいでしょう。使ってみよう。やっていこう。はい、ここから C の袋。ここで T13 のパーツが登場するんですけど、こちらに変わりまして、カーボンダンパーステ使っていきます。で、ここで登場するリアのダンパーステーも同じくカーボンに変えちゃいます。
ごいね。全体的に動きがスムーズだ。良さそう。さあ、いよいよここからパーツばっくり終盤ですね。ダンパー作っていきますよ。こっからパーツバック E。これでラストですね。まずはメカ乗せからやっていくよ。よし、サーボが乗ったので、あとは受信機と ESC ですね。で、使っていく ESC がこちら。クイックラン 10BL120。で、これもすんごい前に買ってストックしてあったやつなんですよ。なので、今はこれの G2 っていうのが出てるんですよね。G2 になるといろんな設定が増えてたりするんですけど、とりあえずこれがあるので使い切ろうということで、これでいこうと思います。ということで、ハンダしていこう。ハンダ。これでシャーシはほぼ完成なんですけど、結構ね、バンパーが動いちゃうんですよ、これ。そこで、カーボンバンパーサポート。最後にね、こいつだけ取り付けしていこうと思います。
はい、できました。思ってたよりもシンプルで作りやすいシャーシでしたね。そしてここにバッテリーを縦に立てて積む。もう見た感じから重心が高いので、ピッチもロールもすごそう。面白い走りしてくれそうですよね。でも、シャーシの幅は結構狭くて、左右の感性は制限されてる感じ。ツーリングカー的な構造ではありつつも、がっつりオフロードを重視してるレイアウトと、この防塵カバーで、まさにラリー用マシンという印象。他にも興味深いところで、デフのリングギアの波数が変更できるっていうのも面白いですね。で、今回は前後とも 39T で組んだんですけど、40T のリングギアとデフピニオンも付属してるので、駆動系から足回りまでキット標準状態で結構なセッティング幅を持ってるのが、またこのマシンのいいところなのかなと思います。今回は見た目重視で最初からカーボンダンパーステーとアルミステーマウントとステアリングを入れたんですけど、やっぱね、合うとカーボンが増えるとかっこいいっすね。あとはここにボディを作って乗せれば完成。ただボディによってはこのインナーフェンダー部分が若干干渉するので、ボディに合わせてカットする必要がありますね。いいね。早く走らせたいな。お色は地元企業に敬意を込めて定番の GR カラーに塗りつつ、走行比較楽しませていただこうかな。ただ XV01 の方はビッグボア AR ダンパーとかスタビとか結構いろいろやってるので、もしかするとこっちもちょっとオプション追加するかもしないかもでもね、これは本当いろいろ試したくなる作りしてますよ。楽しみだ。終わりー。